人帝。シリーズ中最強の地位に立ち、どこか人間臭さもある。今も人気があるけれど謎も多い彼。そうだな。例えばこれも開眼している仏像のように見えるが、なぜこのタイミングで書かれているか謎である。そもそもこの青色の大仏のようなステッカーもなぜ採用されたのかも分かっていない。しかしこれらを解読することでライバルリストのプロフィールには入りきらなかった情報がステッカー含むカスタムカーから読み取れ、彼の心情や背景など別の一面も見えてくる。新作が登場する今こそ人帝を紐解いていこう。第1章、誕生と敗北、再起をかける人帝。デビューはカルソニックスカイラインをオマージュしたこの1台。人帝といえばこの1台、そしてこの大仏のステッカーだね。ああ、パロディ丸出しだが、当時は今ほど規制は厳しくなく、単に GT カーのようなマシンが出てきたなという程度の印象だった。ちなみにステッカーは大仏のように見えるが、シバ神って知ってるか？ファイナルファンタジーで出てくるあれ。それは召喚獣のシバだな。インドヒンドゥー教の神の一人で、このように青色の肌で第三の目を持つ。これら特徴から大仏だけでなく、シバ神の要素も強いことがわかる。確かによく似ているね。よく見ると第三の目が開いてる。第三の目が開くという意味の中には、第三の目が世界を照らし破滅に向かうというものがあり、13気象のトップにふさわしい内容となっている。大仏様のような存在に性質の異なる第三の目を持たす上でシバ神の要素を合わす必要があったように考えられる。ちなみに人帝登場とともに13気象が誕生したが、仏教における十二神将が元ネタだろう。デビューにしてトップとしてふさわしい設定だったんだね。華々しいデビューを飾ったが、ご存知の通り早々にとある走り屋という名のプレイヤーに敗れ、13気象は解体されることになる。次に発売された街道バトルではインプレッサでの登場となったが、今回は割愛する。01はこのマシンとなる。 GT カーのエアロではなく、おとなしくまとまった印象だったね。一撃離脱やゼッケンの入り方を見ると前作のデザインを引き継いでるのがわかるが、敗れた13のゼッケンからは0での敗北を表していることがわかる。01では初めてオーラが使用されて、それも含めて一つのデザインだったという感じもあったね。後に雷を表現するデザインが続くが、最初の雷はこのオーラだったと言えるだろう。続いて PSP 版では新13気象として再結成されている。人帝は彼らよりも上に格付けすることでトップの地位を確立しているという。トレードマークの大仏のステッカーが消えてる。 PSP 版のボンネットにはこれまでの大仏ではなく金剛力士像が描かれている。サイドの揺らぎや竜のような模様は天意だと推測できる。プレイヤー仕様の白いマシンもあったよね。実はこの白いマシンと対になっており、よく見ると口がアウンとなっている。ほんとだ。ちゃんと対にさせて仁王像を採用したのはどんな意味があったんだろう。金剛力士像は一般的に守り神とされている。守られる側の従来の大仏が消え、守る側の金剛力士の顔になったというのはキャラクター性が大きく変わったと言える。またあは物事の始まり、運は物事の終わりを意味している。敗北を経験した後再編し再出発する気持ちや地位を守る意志の表れかもしれないね。そうだな。一章では誕生、敗北、再起という流れがあり、ボディにもこれらの意味合いが現れていたということがわかる。そういえば人帝のナンバープレートといえば7777だけれど、ここまでの3シリーズだけなんだよね。ああ、仏教でいう7は七隠し、七宝のような精神性や修行の段階を象徴するものがあり、7の繰り返しは現代人にとって幸運や神秘的な力を印象づけられるものである。パラレルワールド説も強いシリーズだが PSP 版までは同ナンバーだった。次からは舞台が変わり、ナンバープレートの意味合いが少し異なっていく。第2章、荒波の時代と開眼した最強の人帝。ここではレーシングバトルと峠の伝説のマシンを見ていくが、見ての通りデザインが盛り込まれており、解読の難易度は一番高かった。レーシングバトルのマシンから一気に見ていこう。まずは初代以来2度目の GT カー風のワイドボディとなったことがわかる。そして目に入るのは葛飾北斎の富岳36景の神奈川沖な三浦。ボンネットの雷神が際立っていて、ルーフには疾風神雷の文字、さらに巴紋がリアを中心に使用されていることから全体的に雷要素が強くなったことがわかる。01のオーラであった雷の要素はここにつながるんだね。ああ、旧意書きのような人帝の解読にあまり関係ないようなものから意味深なムカデなどが描かれているが、ムカデ諸説あるが、戦の神不神の毘沙門天の使いであることや、前にしか進まないという特性から勇敢であるというようなことを意味している。他おなじみの一撃離脱や13気象が入っていたり、追い越し負荷や天上天下唯我独尊と記載されている。天上
上天下唯我独尊。これは解釈が分かれる部分であり、この世で俺だけが尊い存在と人定が思っている、もしくは本来の意味の全てのものが尊いという意味か。傲慢になっているとも考えられるし、全てを敬うという悟りの境地に至ろうとしているとも解釈することができるね。そうだな。雷にまつわるものやムカデの意味を合わせて考えると、対抗心や強い意志を感じるね。強さだけでなく、威厳や尊厳、荒波の中トップの座を死守したいという強い意志が感じられる。続いて峠の伝説のマシンだが、全シリーズの人定のマシンの中でも最強ということにこだわったデザイン。車種が変わったり、ボディ全体に文字が描かれているなど、インパクトも解読の難易度もマックスに、前作のマシンをさらに強化したものというか、仏教色が一番現れた一台となる街道バトルのマシンがベースになっているかはさておき、前から気になってたんだけど、ボディ全体にある文字やボンネットの文字は何なの？これは般若心経と中大八要因の凡事物だな。般若心経は悟りを開くための知恵や宇宙の全ての存在が相互依存していることを説く経典である。中大八要因は了解曼荼羅の大蔵界の中心の部分で、大日如来を中心に他の仏との関係を表している。これは自身を大日如来に重ね、他のメンバーとの構図を表しているのではないだろうか。大日如来は了解曼荼羅の子孫とされ、宇宙の知恵と慈悲を体現する仏である。何か大日如来へのリスペクトを感じられる。開眼している仏は奈良や牛久の大仏でも見られるビルシャナ仏がモデルだと思われるが、ビルシャナ仏から進化したのがこの大日如来でもあり、同一人物との見方もできる。開眼したビルシャナ仏や曼荼羅、ボディ全体の般若心経からは、悟りの境地に至ったことやトップであることを強調する意味合いがあると考えられる。人定の職業は医師だけれど、やっぱり仏教に精通している人なのかな。ここまで来るとその可能性は高いな。マシンを手掛けてる奴らの趣味とは思い難い。解読に戻りさらに詳細を見ていくと、おなじみの一撃離脱やそれが入った巴紋のほか、メーカーステッカーのような文字がある。ナンバープレートはドルマークが6つ。お金を表しているのか、何かを表しているのか。もしかしてムカデとか。確かにレーシングバトルから引き継がれているのかもな。レーシングバトルで追い越し不可だった部分が凶暴となっている。グリルにはアルファベットのような文字で人定、リアウィングにも似たような文字が書いてある。ルーフにはヤタガラスと思われる柄がある。よく見たらここにも巴紋が入ってるね。よくわかったな。ここでも雷要素が強いことがわかる。そしてガラスには赤いしぶきのような模様がある。これはよく見ると鬼のドクロと13の数字が入っている。13デビルズを表しているのだろう。全体的には鳥のように見えなくもないね。この時浜垣に騙しそそのかされ、首都高勢13デビルズを引き連れて峠に向かっていた。仏教の要素をふんだんに詰め込んだマシンで、人定自身何か引っかかりながら峠に行った。彼の心境はどんなものだったのだろう。 PSP 版のプロフィールにもあったように、依然として自身の強さを誇示したいように感じられる。また首都高勢を引き連れている自身を導きの神であるヤタガラスに例えているのだろう。第2章では仏教色が強まり、宇宙規模でも最強だという雰囲気が強く現れていた。そして首都高バトル10での登場はこの約1年後となる。第3章、今に続く人定の衣装。ここまでに彼に何があったかは計り知れないが、現在のスタイルの元が形成されていた。エクストリームやドリスピでもこのデザインだったね。ドリスピでは一撃離脱の文字は消えてしまったが、10やエクストリームのデザインがベースになっていると言えるだろう。マシンを見ていくと、全体的には雷雲が覆うようなデザイン。ボンネットにはステッカーの大仏が復活。歌舞伎の熊取のようにも見える鷹の目が特徴的。そして人定の文字がリアを含め2箇所に存在。ナンバープレートは7777ではなくなっている。要素としては前作のインプレッサと比べるとかなりシンプルになった。このデザインは2024年のドリスピコラボまで続くものとなった。そうだ、ストーリーの中ではあったが、開眼した大仏が登場していたな。エクストリーム版はこんな感じ。R34GTR に乗り換えたくらいで、ペイント的には変わりがなかった。10で彼に気づきがあった以降、心境に大きな変化はなかったのかな。そしてドリスピコラボでは2台登場したが、人定以外のデザインは基本ほぼ同じだった。一撃離脱が消えたのは大人の事情だったみたいだな。つくづく大人の事情からは逃れられないね。初代人定をイメージしていると思われるこちらも同じく、一撃離脱の文字がなくなってしまったな。ロゴもオートバックスやブリヂストン風ではなくなっているのがわかる。
このような大人の事情を考えても、今回のように流れを見てみても、そろそろデザインを変えてもいい頃かもしれないな。ティザー映像を見ていると、新作が時系列的に見てどこになるのかはわからないが、過去に戻る場合も続きになる場合も、何かしらその時々の人定の心情が反映されていることだろう。新作では従来のデザインが引き継がれるのか、刷新されるのか。今回はここまで。週末にでも写経しに行こうかな。ちょっと大仏巡り行ってくる。